フィリピンの地方都市ドゥマゲテで居酒屋を営む日本人ヨシさん。以前当チャンネルで紹介して、そのユニークな生き方と人柄に大きな反響がありました。あの動画から3年弱、未だ謎多きヨシさんの実態に迫るべく、改めて密着取材をさせてもらいました。Dipolog City in Mindanao. We have the best sunsets in Dipolog City. You must visit Dipolog City. Best sunset. Best sunsets. But same sun. Yes. I think it's also one positive thing about Ezekaya because the owner is always accommodating. It feels like he's not even the owner here. Yeah. He's just a friend of ours. I was Canadian. No kidding, sorry. お気に入りのレストランあります？日本食、こことかはもう本当安心する。最後お礼に。ありがとうございます。Something sweet. Wow, thank you so much. これ何ですか？焼肉サンタ。これ日本語がいっぱい書いてあるんで、ちょっと。こういうのやっぱり喜んでくれます？それはただのものはみんなね、やっぱ。ヨシさんがフィリピンに来たのは2015年、英語の語学留学がきっかけでした。そしてフィリピンに来る前は広告代理店でバリバリの営業職。こちらは代理店時代の元同僚の小沢さん。日本からはるばるヨシさんに会いにいらっしゃいました。広告代理店時代のヨシさんってどういう方だったんですか？あんま知らないかもしれないけど、どんな仕事してたの？一緒に仕事を本当にしたことはないよね。ないから。それなのに今回は会いにいらしたんですよ。友達はもう長いもんね。特に京都で週に 2,3 日一緒に飲んでて。去年も来てるの。めっちゃ仲良しですね。だから俺がフィリピン留学っていうものの存在を知ったのは彼のおかげなんですよ。最初フィリピンに留学するわってなんで何し行くのって聞いたら英語やでっていうのでいろいろ教えてもらって、この人がこの世に存在しなかったら俺はここにいない。このお店もなかったなかったすごい責任を感じてたんですよ。そう責任者買うこの店買わないけど。買わない。だからいる間に1回は来とかなんなっていう。意外は意外でしょ。居酒屋やると思わなかった。ヨシさんはそもそもなんで辞めようと思ったんですか？いい言い方をするとヘッドハンティング。だいぶいい方。いい言い方。広告代理店って結局広告の領域を出ないからどんなに頑張っても。でもクライアント側に回ったらもっと全部をやれるじゃん。引き出しが広がるから自分に。それも1年ぐらいですよね。1年ぐらい無理だろ。あれね大変だわ。それで例えばまた広告代理店に戻るとか、別の会社にまた転職するじゃなくて、一回その脱サラしてフィリピンに来たのはなんでなんですか？脱サラって言っても脱サラリーマンじゃなくて脱落サラリーマン。もうノープランっていう。ノープランだった。でもなんとかなったじゃん結果。だいぶチャレンジャーだと思うけどね。しない方がいいっすよ。美味しいとするわけじゃないんだよ。でもなんかバーが振りまかしてるって面白い。How much? 10 and 8. えい Yeah. これいいね。このシステム。初めて見た。俺も初めて見ルンボイじゃないんだ。た。ルンボイじゃない、残念ながら。最近ルンボイに好きる外人多いよ。もうフィリピンのタバコが高くなってる。1本10ペソする。ルンボイだったらワンバンドルで10ペソに。高級ですよ。ヨシさんタバコやめないんですか？やめたいね。やめたい言うてるやつは絶対やめない。火が
おしゃれなところがあるんですね。どうやって知ったんですか、ここ。ここね、知り合いですわ俺は。いやこの場所は撮影だから来たけど、本来は俺も来れないよ、そんなに。僕の住む場所じゃないの。よしさんはどういう飲み屋さんが好きなんですか？もっと汚いとこ、バイブスですよ。この店もなんか入るときちょっとドキドキしたじゃないですか、あの感じ。ああ、じゃあちょっと隠れ家感みたいな。隠れ家感も一つの演出だけど、別に全然隠れてなくてね、日常とは違うなんか変な違和感の感じでもののけがすんですよ。有名な大きいお店はつまんないっすよね。美味しくて安いけど、倍率がちょっとちゃんとしたまともな人向けです。僕には眩しすぎる。日本人ってさ、もういろんなものを見すぎちゃってて、ちょっと小綺麗な店とかはかっこいいと思わないじゃないですか。ちょっとサプライズがあるとか、こだわってるとか、ちょっとこれ変態だなとか。でも上げてはまだ少ないですかね。新しくできた店でいうとここぐらい。あとウィリアムがやってるが。最近頻繁に来ますね。へえ。店が近いんで、すごい楽しいやつですよ。楽しいけど結構サバサバしてて。You make this one, right? This one? Yeah, all of that. I feel inside is so stylish, Really? like really Korean design, Oh, thank right? Furniture, color. you. Yeah, maybe kind of like that. I put a lot of my stuff here. Oh, you brought something from Korea, or you bought I bought here IKEA. online, Yeah, online. They deliver here. or you can get here? Yeah, my hobby is kind of interior myself in my room. Like, Just your hobby, Yeah. not your business. yeah, not my business. I have a lot of time to do. In Korea, what did you do? I did work at factory, make a sick bed. That's why you have seen. But I didn't make this one. 2015年ぐらいからドゥマゲテほぼほぼいるじゃないですか。1回帰ってはいるけど、最近のドゥマゲテの街は何かこう感じることありますか？変化とか。食生活はそんなに不満ないですよね。飲食はめっちゃ増えましたね。やっぱり人の層が変わったですよね。昔の方が面白い人多かったかも。あの頃ってこの街そんなに発展してなかったじゃないですか、発展してない街でなんか楽しもうと思ってる人ってやっぱ一癖も二癖もあって一緒に飲んでて面白かったかもしれないです。まあ9年ぐらいの間にドゥマゲテがよく言えばちょっとハードルが下がった街にめっなっちゃ下がってると思う、まあ、今の方が僕は好きですけど、7,8年前に清介っていう居酒屋がこの街にあったじゃないですか。ありましたね。残念ながら1年か2年で閉めたじゃん。美味しかったし居心地も良かったし、でもあんまり流行ってなかったんですよ、あれはなんでかっていうとタイミングなんですよ。ちょっと早すぎたんです。今やってたらめっちゃ流行ってて、ドゥマゲテでも日本コンテンツの人気みたいなのって感じます？まだ来てないですね。何がそうとなってるのでドゥマゲティに来るのはあと5年ぐらいかな。例えばセブとドゥマゲテとでマーケティングだったり顧客満足度施策とかって変わってくるんですかね？違うでしょうね。だからこの街のビジネスは難しいぜって先輩たちに言われる。でもひまわりなんだかんだ続いてるじゃないですか。ギリなんでだと思います？まともな精神ではやっていけないと思います。それはギリギリ赤字にしないみたいな。普通の人はさ、やっぱある程度毎月貯蓄ができなかったらちょっと気が狂うじゃないですか。ゆうさんはそれは不安にはならないんですか？なりますね。なるけど多分ね、今から巻き返せるんですよ。今年からちょっとテこ入れをし始めたんですけど、なんか確信がこれから来る。ここまでやってこなかったらまあ諦めがつく。そうやりきると。よしさんはひょうひょうとしていますが、飲食店の移り変わりが激しいこの街でコロナ禍から約5年お店を維持できているのはやはり並大抵のことではありません。居酒屋ひまわりには地元のフィリピン人はもちろん他の国や地域からの旅行者も数多くやってきます。
I like the it's very traditional ambience here. Very homey, very small, but it's nice. I like it. Like very authentic. I'm from the United States. I'm from Bohol, Philippines. Bohol. Dumaguete is like hidden gem. Kind of like this restaurant is a hidden gem. This is my first time here in 2 years. I think it's good. In US, we have lots of authentic Japanese restaurants. Yeah, I think so. Where the owners is Japanese. But sometimes the Philippines, they will sell sushi, but their sushi is not real sushi. I think this is very nice. I mean, I haven't ate yet. So far, 10 over 10 stars. Promise. 今キッチンは何人ですか？約3人ですかね。ホールは？約2人ですかね。なんか日本米に変えたって言ってましたよね。はい主婦の方の発案なんです。そうなんですよ。厨房見たらちゃんと桶に。うん。あいつ形から入るんですよ。でも重要なスキル、いや形から入る。めっちゃ美味しかったです。本当酢飯がすごい美味しかった。3人とも超キビキビ動いてましたよ。さばくスピードがそうそうそうもうあっという間にバーってできてってよしさんがなんか指導いや、シェフですね。穴から出すのもすごい機能してますね。ね、本当なんで3年間気づかなかったんだろうっていう。今日スタッフが足らなかったので、サリサリで誰か1人いないって聞いて、今日雇ったんです。そんなことできるの？できた。今日だけ。でも彼は甚だ動きがいいので、できれば戻ってきてほしいな。姿勢もいいでしょ。笑顔もすごい素敵。今日彼を採用した時ボロボロの T シャツとボロボロの短パンでこいつやべえな、でも人手足んねえから雇うしかねえなと思って頼んだんだけど、今日夜来たら意外とちゃんとした服着て靴も履いてあ、彼自身が着替えてきたんだ。着替えてきたの。だから俺ちょっと織田信長を思い出して、織田信長って美濃の斎藤道さんに会う時さ、最初ボロボロの服着てミーティングの時にちゃんと清掃してきたっていう、だからそのぐらいの衝撃を受けたんですよ。最初に動画で取り上げてから何か反響はありましたか？ありましたよ、結構。日本人の人とかフィリピン人の人とか動画見たよって言ってきてくれた人が10人20人ぐらいはいたと思います。大反響。大ってほどでもない。大ってことじゃない。でももしこれが東京でやってたらそれが1000人2000人になってたかもしれない。日本の飲み歩きが好きなお友達が出曲げてきたとしたら、はいどこに一番連れてきます？やっぱワイノットとハヤハイは外せないんじゃないですかね。なんでですか？あの一角がドゥマゲッティなんですよ。なんかみんな夢や希望を抱いてドゥマゲッティに来る人がいるとは思いますけど、あの周りがドゥマゲッティなんですよ。それ以外はドゥマゲッティじゃない。ワイノットがやっぱドゥマゲッティ200人従業員。そんなにいるんですか？ここまでは知ってるんだよな。ダイビングリゾートっていうダイビングリゾートをやってる。いつ日本に住んでいらっしゃったんですか？95年から2000年、東京の西の方。
東京の西の方に。府中競馬場の。そうです。なんで府中は競馬みんな知ってるでしょうね。私はチューハイが好き。でも生グレープフルーツチューハイが一番好き。生グレープフルーツチューハイね。ちょっと手に入らないでしょう。ロジダーバンクラップしてるかもしれない。ロジダー、ここのバーでは少し静かに飲めるのと、もしビリヤードが好きだったらああいう可愛い子とビリヤードができる。この女性たちが客さんよりうまい。わざと、間違いするよ。だって暇な時ずっとビリヤードやってんだもん。絶対勝てねえよ。マジうまい。三船で寿司作ってる。ルマゲッティとは何ぞや。それはワイノットなんです。この店がなくなったらルマゲッティは終わる。そしてワイノットとは何ぞやというと、ミシェルどっか行ったけどミシェルの今チャラい商業施設とかカフェとかバーとかできてますけど、あんなのはちゃんちゃらおかしいですよね。古き良きルマゲテを今も維持しているのがワイノット。古き良きじゃなくて、もうこれからもこうなんです絶対に。山と海とディスコ親子留学とか絶対しちゃダメ。ヨシさん、たまにセブとかマニラも行かれてるじゃないですか。はい。違い感じます？高い。その分クオリティが高い、そういうわけでもない。それはいいと思います。日本よりも高い。高い。日本より高い。ルマゲテはまだ日本より安い。だから別にそんなに満足いかない店が多かったとしても、でも満足なんですよ。安いからご紹介する。日本のその飲み屋さんの魅力は何ですか？フィリピンにはない日本の飲み屋さんの魅力。カウンターがある。カウンターなんで好きなんですか？それはね、カラスが電線好きなのと一緒です。本能ですスズメか。バーテンダーさんとかママさんとかと喋りながら飲むのが好きってことですか？そういうことです。1年前か2年前ぐらいに京都のワインバーのみどりさんが来てくれて、ここでワインフェスティバルみたいな、京都のワインラクダっていう店なんですけど、そのお店はどういうところがいいんですか？みどりさんの人やオーナーさんのお人柄、たまたま居合わせた客同士で話したりとか、ママさんとかと話したりとかあるんですか？普通に京都は多いよ、そういう店が。小料理屋さんみたいな。京都のお客さんってそれなりにお金持ちだろうし、お客さんの質もいいんだろうね、多分。だからそういうのが成り立つんじゃない。今この居酒屋にもそのリズムが引き継がれてたりするんですか？ないですねでもヨシさん、実はヨシさん、この3年で居酒屋以外にも飲食事業を展開していました。こちらはローカルのフードコートの一角にある日本食屋台ワンピース。主に学生向けにお手頃価格の軽食メニューを提供しています。こんくらいの商品で5、60ペソでこの辺りでは受けてます。学生さんのお昼ご飯としてちょうどいい感じに。もうね、お昼ご飯以下のレベルだと思う。こっちの人ってたくさん食べるじゃん。1日5食とかありますねえねえねえ、そのうちの3番目なのか4番目ぐらい。学校再開してから多分ここの前人が毎日2、3000人通るでしょ、多分。確かに大学と高校と小学校と幼稚園と全部ありますよね。全部あって、学校の先生も通るし、ひょっとしたらもっと通ってるかもしれないです。ここ最初何にもなくてただの駐車場だった。一番表で若者が1人天ぷら揚げて売ってたんですよ、これは興味深いと思って、でオーナーさんに話聞いたら貸すよとか言って最初ちっちゃい小屋を建てて、そしたら一気に小屋がいっぱいできて小屋だらけになっちゃった。だから先見の明があったんですよね。ラッキーですね。 How many times did you come here?
I can't count how many times because usually if I don't have time to go to Carinderia, I often come here. Oh, okay. The prices are affordable and it's yummy. The owners are very friendly, so we're comfortable and we trust their food. We see that they're preparing in here, so we trust the process of cooking the food. 店長がすごいいい子なんで、確かに。昔からの飲み友達や。いや、それはわかるけど、友達だからってそんなスカウトできるもんなんですか？ちょうど仕事を探してらっしゃったので、そうなんですね。人柄っていうのはあれよ。別に接客の能力だけじゃなくて、マネージメントの能力とかさ、なるほど。全部がバランスよくあるから成功できてるの。例えば俺がここで頑張ってご飯作ってても多分そんなに流行らなかった。でもヨシさんも人気者じゃないですか。ファンクションが違いますよ。俺はただのマスコットとして存在してるだけです。企業秘密だったら言わなくていいんですけど、どれくらいの割合で分けてるんですか、売り上げっていうのは。いや、俺はもらってないよ。全然もらってないですか？いいんですか、それは欲しいですけど、まあ別にいいかな。ここは僕の壮大な実験場なんです。なるほど。なんか話してるんだけど、このやり方でもっと多店舗展開できるよねとか、ちゃんとブランディングとかしてね。今こうバリバリの小屋だからさ。手曲げ亭に例えばこれから来て、ある程度長期で観光したり住んだりしたいっていう日本人にこれは気をつけた方がいいよとかありますか？説明が難しいんですけど、現地の人に迷惑かけないように生活した方がいい気がしていて、なるべくね、恨みを買わない方が。そういう意味じゃなくて、英語ができない状態で来る人とかまあまあいるじゃないですか。英語できなくても大丈夫ですかねとか言って僕に聞かれることもあるんですけど、それは大丈夫だと思いますよ。今だったら別に翻訳ツールもあるし、英語できないっつったって一言二言はみんな喋れるわけだし、それは大丈夫なんだけど、受け入れる側の立場に立ってみるとさ、言葉通じない謎の外人が住んどるぞっていうことになるわけですよ。だからなんかこう些細なことを伝えるにも一苦労するのはこっちの住んでる人なわけで、マナーとして最低限のコミュニケーションが取れた方がいいのではないかと思いますかね。ヨシさん、外国人のお友達も多いし、従業員も皆さんフィリピン人ですけど、コミュニケーションで伝わらないな、もどかしいなってなったことはない？ほぼ伝わってないですよ。ストレスではないんですか？ストレスです。半分ぐらいは伝わってないって思った方がいいかもしれない。それでもビジネスは不都合なく続けられる？不都合はあるかもしれんけど、なんとなくは大丈夫ですよね。スタッフさんとあとお客さんにもインタビューしましたけど、皆さん口を揃えてヨシはコミュニケーションが取りやすいと。それは向こうの妥協ですよね。やっぱりなんか一般的な日本人と比べてヨシさんって異文化の人に対するコミュニケーションがすごいスムーズに見えるんですよね。それはね、一個身に覚えがあります。しえみさんデザイナーだから、あえて言いますけど、デザイナーってね、言葉通じないんですよ。確かにデザイナーとかクリエイターってあんまり言葉通じないんです、どうやって伝えたらいいだろうっていう。つまり広告代理店時代にクリエイティブの人たちとコミュニケーションで苦労した経験が外国人とのコミュニケーションに近いかも。広告業界でクリエイターとのコミュニケーション、外人とのコミュニケーションほぼ一緒で向こうは向こうで俺のことを外人だと思ってたかもしれないけど営業とクリエイティブのよくある対立ですね。そうですね。でもなんかいい話ですね。私結構後悔してて、海外来るの年取ってからだったなってもっと若い頃に来たかったなって思うんですけど、なんか一方で日本での経験がやっぱ海外でも生きてるなとも思ってて、思います？もっと若い頃にしとけばよかったとか。いや、どっちでもよかったかな。でもやっぱ若いければ若いほど友達はいっぱいできますよね。誰もおじさんおばさんとつるりたくないじゃないですか。30代前後ぐらいまでには出た方がいいけど、そういう意味では若い方がいいけど、経験という意味では日本で最初は経験積んでもいいだろうし。フィリピン全体経済成長期と言われてるじゃないですか。一説には僕は経済発展してると言われるこの町とか国を楽しんでますけどね。去年までこんぐらいしかお金使えなかった人が
今年からはこんぐらいお金使ってるなみたいなのを見たりとか、日本の高度経済成長期を結構リアルタイムで味わえるみたいなのがみたいな再現してるみたいなのを見ているのは楽しいですけどね。この国って30年か40年前ぐらいの日本じゃん。多分50年かな。同じ時代なんだけどタイムスリップして両方をギャップを経験せざるを得ないってことですか？ギャップは別に悪い意味じゃないですよ。過去のモラルにもいいところがあったわけで、大学を兵庫県で過ごしたんですけど、その当時ってまだバリバリクラブでタイガースとかあったんですよ。指導が厳しい県民性？まあ少なくともクラブ。よしさん見てるとそういう怖い環境で育ってきた方って感じがあんましないんですけど、実は私が知らないだけで結構お店ではパワハラしてたりするんですか？パワハラしますよ。バンってやると伝わるじゃない。よしさんお店でバンとかやるんですか？やる。でもこの前3回ぐらいやんないじゃないですか。じゃあ、よしさん自体はパワハラされることは別に平気？いや、嫌だとか嫌ですよ。嫌だけど、まあそういうのって存在するものだよ。まあ我々ももう40代じゃないですか。私たちが若い頃と今の日本でだいぶ変わってることもあるじゃないですか。なんかよく聞くのが、若い人がホワイト化によってどんどんこう、まあ古い言い方すると根性がなくなってるっていうか、挑戦することをやめちゃったり、私たちが新卒とかの時って結構無茶ぶりとか、全然ホワイトじゃない働き方があって当然っていう社会だったと思うんですよ。今それってもうご法度になってると思うんですけど、中高年の私からすると無茶ぶりを乗り越えて今があるなっていうのをすごい思ってて、多分ですけど、今でも社会の中の上の人たちはそういう世界だと思うんですよ。なんか続かないとか、そういうの言ってるのはどっちかというと中間より下の方の人たちだと思います。上と下のバランスがもしかしたら変わってきたとか、下が多くなったとかあるのかもしれないけど、でもなんかそう考えると今の若い人たちってホワイトになった分、私の頃より大変だなと思って。大変だと思います。それは我々の頃って軟弱でも会社が鍛えてくれたっていうか、自分で挑戦するってめちゃくちゃ難しいなって、多分さ、幸せの総量で考えたら過去の方が大きいじゃん。昔はモラハラ、パワハラ、セクハラですごい不幸な思いをした人も存在すると思うんですけど、グロス幸福ポイント GKP っていうと現代よりも過去の方がおそらく総量が大きいと。今の時代はモラハラもパワハラもセクハラも少ないけど、みんながちょっとずつ不幸であると。それでいくと、普通に比較はできないでしょうけど、現代の日本人とフィリピン人ってどっちが幸せなんですかね？それを比較するのは非常に難しいけど、どっちもどっちじゃないですかね。もし日本に戻ってまた会社員やらなきゃいけないってなったらできますね？できますね。ただお昼寝はします。会社のデスクで30分ぐらい仮眠する。でもじゃあそれはお昼休みにできる？お昼休みじゃないです。2時3時ぐらい。じゃあそれを許してくれる会社に勤める？許さないの、普通の会社は。広告代理店の営業は OK？ それはダメだったね。会議が多いもんね。それもありますね。あとなんか意思決定のフローが長すぎるっていうか、そう、遅すぎる。海外だとなんかもっと軽いっていうか。そうでしょうね。真面目すぎるのか。でもそういうもう人が病んじゃうほど細かくて面倒くさくて大変な社会だからこそ、居酒屋が安くて美味しいんですよ。みんなストレス変えてアフターファイブに飲みに行ってお金落とすし、居酒屋とかね、生産者さんたちも頑張っていいものを安く出すし、それを甘い汁だけすする私がここにいる、そういう感じですかね。ユニークな人柄のヨシさんですが、私が特に驚かされるのはその顔の広さ。ドゥマゲテ周辺のどこに行っても日本人ならヨシの知り合いかと聞かれるほどです。いくらドゥマゲテ狭しといえど、ここまで有名な日本人を私は他に知りません。 When did you meet Yoshi first time? I met Yoshi. He is my first friend. Here? Maybe 10 years ago. Wauba. Oh, in the section of St. Paul, yeah. So it's like an underground. Illegal, not illegal. Very cheap. But illegal. I was drinking at Wauba.
At the time you were also building flying Yeah, fish. building Maybe flying after working, after construction. And why not? One bottle of Pilsen around 45 pesos at a time. That's why close. Too cheap. How did you meet Yoshi first time? Oh, 2019 I think, or 2020. Maybe a little bit before COVID. I remember we are celebrating together New Year. It was Yes. COVID time. I was with broken leg. That's why at first time I was calling you Yeah. Kosetsu. He was in Pattaya last year. Last year I visit Pattaya. That was So funny. so funny, a lot of drunk. So dangerous. I still have sake. Mix. You first time here? No, actually I live here. You live here. Because never not see you. I don't go out next time basically. She doesn't drink. Really? She's What not, you doing in Dumaguete if you're not drinking? she's not human. Plant. Really? You have remote working? Yeah, online. She's also Oh, nice. working By Moscow time. Moscow time is 5 hours difference. difference early. So you have to work night time here. Starting until 11 p.m. How about internet? Is it okay here? No.バヒアってレストランだと思ってたんですよ。うちに来てるシリマンの学生に誘われたんですけど、じゃあ学生さんの中ではもう有名スポットなんですかね、もしかして。こういうとこも来るんですか？いや、来ないです。なんで知ってるんですか、じゃあこの場所。いや、一般教養的に普通は知ってると思うんだけど。Because of Yoshi, we've been to Japan twice. Oh, really? Yeah, Kyoto, Osaka, Arashiyama, Gion, and then Tokyo. めっちゃいい人じゃないですか。Is it okay? No. こちらはルマギテのバーブリューガーデンを経営するベルギー人オーナーさん。本格的な欧風料理と豊富な種類の酒、生バンド演奏が楽しめて、客層はローカルだけでなく欧米系の移住者が目立ちます。オーナーさんとヨシさんは飲み友達で、お互いのお店に通い合っているそうです。What's the important things to do business here? The most important is every day you have to go 100% for your business. If you don't pay attention to your business, business will come. すげえ真面目なんだ。 That's why you are always in your bar. すごい尊敬した。オーナーさんが常にいるお店って意外と少ないですかね。そうかもしれないね。続いてこちらはルマゲテ近郊のダイビングリゾートシルバーリーフのマネージャーさん。このリゾートではダイビングのライセンス取得はもちろん、本格的な海中撮影や海洋研究活動のサポートも行っています。How did you see Yoshi? He was our senpai in Kendo. So you also do Kendo? 剣道で知り合って、なんか断るたんびにここに飲みに来たりとかして遊ばしてもらってたのがパンデミック。They did Keiko today. Yes, one day 稽古もしたんですよ。ここで？剣道。師範的な立ち回りで？へえ。
そんなご縁からヨシさんは先日このリゾートの日本での営業活動にも同行したそうです。今年から急に海外でプロモーションするって言って日本についてくる会みたいな話になって行きますって全部おごりだからイカライデカどんなことをしたんですか？いや普通にブースの営業でアジア最大級のダイビングイベントっていうのがあって東京でそれに出店するぞっていうことになって一人日本人ついてきた方がいいやろっていうことになって僕がついていったっていうのが分かったのは現場で分かったやつにひとまず飛行機代とホテル代おごってくれるっていうから友達だったんで昔からそれで移住者とか無駄に集って無駄に宴会やってるじゃないですか、何の生産性もない話をしていやそれが楽しいんでしょ、もうちょっとサバサバしててつるまないですよね。孔子が言ったあの言葉君子和して同ぜず知らない同人同して和せずヨシさんから教養を感じる。もう教養の塊ですもん。無駄につるんでてでも実は仲が良くないのがしょぼいやつで無駄にはつるまないけど実はハートでつながってるみたいなのが偉い人です。そんなにつるまないけど心でつながってるみたいなのっています？誰かまあそう言われると難しいですね。でもなんか困った時はちょっと助け合うとか。それもないですヨシさんの顔が広い理由はしょっちゅう飲み歩いているからとか誘われ上手だからというだけではありません。今日はヨシさんの課外活動について行かせてもらいました。こちらはマリンコンサベーションフィリピン、通称 MCP。デマゲテの近郊で主に海洋保全に関するボランティア活動を行っている NGO です。I'm from Denmark. Yes. But I've been living here for 12 years. It's trying to get data on the marine protected areas. The people we send out are collecting this data every day. スケジュール表すごいね。すごいですね。Right now we're about 40 staff members and about 30 volunteers. They come one by one or group? It's rare that we have groups. Sometimes there's like maybe 3 friends, but it's not very common. But we do have couples. The shortest duration we accept anyone, but it's really rare. Almost everyone is like 8-10 weeks or longer. Some people stay 6, 7, 8 months. Many do it as part of like college or university degree that they get credit from being abroad and participating in scientific research. All of you guys are volunteer? Yes, we're like the newbies. Newbies, Germany, Norway, New Zealand, Germany, England, Switzerland, Germany again. England. England. Are you student? No, traveling around the world at the moment. How did you find here? Like searching for combining diving with a good like intention as well. How did you find here? I was just googling volunteering and I found this place and I wanted to learn how to dive and it's a very good place for that. So why are you curious about this kind of volunteer? It's a different way to experience the culture in a different country and apart from traveling around. So I wanted to try it here in the Philippines. You get a different perspective. Different perspective. I will be 61 tomorrow. In advance, happy birthday. I came 2 months ago. From which country? From the UK, from UK. London. I used to work for Disney in London, Disney's head office in London. Read all about them, really liked their approach because it's not just looking after reefs, it's looking after people, educating the people about how they can get better fishing if they look after the reefs. And they also, get involved with planting mangroves, beach cleanups and things like that. So that really made me want to come because I like helping people and this is a great way to use what I do, which is diving. All the people that come here and volunteer with us, they come to take part in the scientific scuba diving program. When they show up, we then give them scuba gear. So basically, at the moment of arrival, they get all the regulator, wetsuits and everything that you need. 何頭あるんだ。相当人数収容しますね。ボルダリング。 For climbing, yes. すごい、ジム。すごい手作りです。本当だ。全部手作り。セメントで自分で。Do you have before Japanese guests? Not at the moment, but sometimes. Yes. Also, sometimes when Japanese participants come here, they go like, so I'm learning marine biology, but I'm also learning English.
Because everyone, I'm not sure at the moment. I think we have like 14 different nationalities. Wow. So everyone has to speak English because otherwise no one understands anything. Right? So it's a nice place to practice your English if it's not. 定期的に謎の美しい白人たちが団体でうちの店来るんですよ。で大体どっから来たのって聞くと MCP 関係の人だったんですよ。もう2年前ぐらいから。まあネットで調べたりとかしてどうやらそういう謎のコミュニティがあるっていうのを発見していつか訪れたいなと思ってた。なんで訪れたいって思うんですか？太客だから。なんであいつらは必ずうちの店に来るんだろうっていう謎があったんですよ。解明するために。そう。まあ営業の一環だよね。オーナーさんと知り合いになったらなんかお互いに一緒に仕事になるきっかけにもなるかもしれないし、俺ホームページ調べたけど8週間で$4000だったかな、はいはい、私もいました。見た？それくらいだった、だから8週間で50万円とか60万円でダイビングの免許も取れる、しかもギアも全部レンタル代入って、あれ変に英語学校入るよりも絶対お得だと思う。それはね、私もめっちゃ思って、ただ初心者であそこいきなり入るのは相当だからちょっと慣れたかなぐらいじゃないとちょっと心折れるかなって思った。どうなんだろう。いや一回心折るぐらいでちょうどいいとは思うけどね。フィリピン留学してても多分ほとんどの人英語できるようにならないと思うんですよ。そうなんですか？僕はなったんだけどそれは基礎があったからね。俺大学入試センター試験でも190点ぐらいは取れたもん。もともと受験英語得意だった？全然得意で、その中でこう喋る練習が必要でフィリピン留学に来るじゃないですか。そういう人は伸びるんですよ。でも自分で言うのも申し訳ないんですけど、なんかどっちかっていうと、日本でも全然英語苦手でしたって人がそういう人はまあフィリピン留学だけでは伸びないと思う。だってそもそも勉強しない人たちでしょ。でもちょっとこれ手前事ですけど、私めっちゃ英語ダメでしたけど、いやできたじゃん。フィリピン来ていやできない、ダメでしたよ。センター試験120何点とか。バカじゃん。開いてくる。Oh my god。あそこにあるやつはもう一番高そうなやつから言ってみますか。ちょっとだけ。うますぎて面白くない。完璧すぎる。未完成な酒っていうとあそこにあるフィリピンのタンドワイラム。荒削りだけど丹精込めて作られた美味しいラム。高校生で例えると偏差値70ぐらいで東大目指してるやつ。あっちは偏差値48ぐらいだけど甲子園目指してるやつ。意外に分かりやすい例えだった。氷いらなかった。汚いよ、汚い、やだよ、やめてください。I wrote 15 books already. Oh my god. I don't have anything translated yet in Japanese, but I have it in 7 other languages. Wow, I researched about it. Oh, thank you so much. I work for the city tourism office of Dumaguete City. Oh, really? She owns a resort in Siquijor. Siquijor? What's your resort's name? Gabayan Riviera Resort. He is the general manager for Salom Resort. It's in Darwin. Just bring Louis. He's joking. ほんの数日ヨシさんと一緒に行動するだけでもものすごくたくさんの人と知り合えることがよーく分かりました。なんかヨシさん義理がたいですよね。結構お誘い行くじゃないですか。やっぱお誘いいただくっていうのはありがたいことじゃないですか。まあ別に仕事とかにつながんなくても思い出にはなるじゃん。思い出を作ろうとか思いながら生きてるんですね、ヨシさん。そんなことは思ってないですけど、なんか
面白いことがあったなみたいなことがいっぱいあったらいいじゃないですか。なんかヨシさんってすごい適当に見えてちゃんと礼儀正しいなと思って。礼儀正しい。フィリピン来ると日本人もみんなフィリピンタイムになるのにヨシさんは時間守るし。いやいや、それたま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 私覚えてるんですよ。2016年の時になんか10人ぐらいでトライシクル乗ったんですよね。その時にパンクしちゃったんですよ、トライシクルのタイヤが。途中でもう降りざるを得なくなったんですけど、ヨシさんが気の毒だからってドライバーさんにちょっとお金あげてたんですよ。そういう時日本人って文句言ってあーって感じで終わる人も多いから。でも相手すごい貧乏じゃん。なんかそういうことはあんまり考えないっていうか、私とかは結構よくなんかフィリピンはやっぱりまだ貧しい人が多いし格差が大変そうだとか、そういうことを口に出して言うんですけど、何もしてないわけですよ。現地でね何かビジネスをして還元してるとかもないし、もう本当に居座ってるだけなんですけど、ヨシさんってほら結構ひどいこと言うじゃないですか。さっきもだったとか、いい人ぶらないじゃないですかヨシさんって。なんかそれが結構珍しいかなと思って。僕はいい人ですよ基本的には。自分をよく見せようとしないっていうか。見せてますよ。でもいつも結構本音で喋ってません？本音じゃないですよ、真実でしょ。もうちょっとしたらキッチンスタッフがもうヘド吐きそうな顔でこれに来ますけど、今日は相当しんどかったと思います。ジャパニーズですよ。なんかそういうことするじゃないですか。だからさらに私なりにヨシさんの人となりに迫ろうとしたんですが、結局最後までヨシさんはつかみどころのない人でした。ただ表立って褒められるのは苦手なんだろうなということはなんとなく分かりました。そんなところもまたたくさんの人を引きつけてやまない理由なのかもしれません。フィリピンの地方都市でやけに顔が広い、一癖も二癖もある日本人。もし興味が湧いたら居酒屋ひまわりへぜひ足を運んでみてください。